ちは寛大だからね。召喚の魔法陣が多少違ってたって、そんなのは気にしないわ。だって愛の力は偉大だもの。本当に召喚できたぜ。じいさまの魔導書って本物だったんだ。母の日のプレゼントを出してほしい。母への強い愛を感じるわ。ねえゼバル、この可愛いお嬢さんの願いを叶えてあげたいわ。そうだねフルフル。彼女は日頃から恋愛も頑張ってるしね。そうよ。だって使用人との禁じられた恋の成就だもの。母の日のプレゼントで母親の心をキャッチしておくのだって立派な恋の大戦略だわ。いや別にそんな深く考えたつもりはセパル、何か母の日にふさわしい魔法のアイテムはないかしら。僕たちは恋愛専門。親子の恋は少し専門外だけれどね。呼ばれた以上何も授けないわけにはいかないね。そうよ。カノン君との恋の一番の障壁を取り除ける素敵な魔法のアイテムを授けるべきだわ。いやそれごめん、普通のでいいです。おかしな魔法のアイテムとかいらないんで。そうはいかないね。だって僕たちは72柱の大悪魔。呼ばれてただのカーネーションをプレゼントってわけにはいかないもの。いやいや、ただのカーネーションでいいですいいです。じゃあ大魔法じゃなくて小魔法のカーネーションならどうかしら。ああ、そういえばそんな魔法のカーネーションがあったね。確か1日経ったら枯れてしまうけど、その1日の間送った相手にご利益を与えるという。それならいいかな。1日程度の魔法なら大騒ぎにはならなそうだし、別に呪ったりとかそういうわけじゃないんでしょ。感謝の魔法だもの。呪いとかネガティブな力なんてないわ。ただ困ったことにどんなご利益があるのか忘れてしまったんだ。でも約束するわ。絶対に送られて迷惑するような魔法ではないわ。送られた母親は1日だけ少し魔法の加護が受けられるカーネーションさ。それなら僕たちも悪魔らしい魔力ある授け物ができて満足だし、君だってそう怖がらずに受け取れるアイテムだと思うけどね。母さん、これ母の日のプレゼントに。おや、カーネーションですか。どこか不思議なカーネーションですね。ひょっとして珍しかったり高かったりするのではありませんか。いや、まあなんか縁起物らしくて、持ってると幸運があるらしいぜ。そうですか。ありがとう。大切にします。
ェシーおはよう。どうしたの？サクかおはようだぜ。朝っぱらから頭が痛えんだぜ。やったジェシー、二日酔い？黄色い笑いが頭に響くぜ。ジェシーのお母さんって頭痛持ちなんでしょ？遺伝かね。お母さんに頭痛薬とか相談してみたら？どうしたのい、夏日。今朝はとてもご機嫌のようだ。ええ、気候が穏やかになってきたせいでしょうか。今朝は頭痛も穏やかで、とても快適に目覚めたもので。まあただでうまい話があるわけもない。この頭痛を母さんへの親孝行だって、今日一日頑張ろう。なんですって？あんた最近態度でかすぎ。何言ってんだよ。人の話ちゃんと聞けよ。ジェシー、喧嘩だよ。生徒会長なんだから仲裁して。だから野球部ばっかりずるいって言ってんでしょ。そんなに強くないくせに。それを言ったらサッカー部だってどうなんだよ。サッカー部のが弱えだろ。だから生徒会費が足りないんだってば。会計が合わなくて困ってるんだよ。来週出てくれるって言ったじゃん。ごめん、その日バイトでどうしてもダメで。どう母さん、今日一日何か素敵なことはあった？ええ、今日はどういうわけかとても巡り合わせの良い日で、とても静かで穏やかな素敵な一日でしたよ。これもジェシカがプレゼントしてくれた幸運のカーネーションのおかげでしょうね。本当にありがとう。やあジェシカ、
これでカーネーションの魔法はおしまいだけど、満足してもらえたかい？夏日は今日一日加護の力を得られたはずだわ。そうそう、カーネーションの魔法だけどね、ちゃんと説明書を調べてきたよ。あのカーネーションの魔法はね、もう知ってるぜ。送って私に病気とかトラブルを身代わりにする魔法だろ。ま、そんなうまい話があるわけないし、結果的に母さんに親孝行ができたから感謝はするぜ。身代わり？いや違うよ。あのカーネーションの魔法は魔除けなんだよ。霊的な魔法的なあらゆる干渉から一日だけ守ってくれるの。ジェシカちゃんにトラブルを移し替えるなんて効果はないはずなんだけど。いや、そんなことはないぜ。母さんの頭痛は私に移ってたし。僕たちはなんだか納得がいかないね。ええ、これでは悪魔の名折れだわ。ちょっとカーネーションの魔法のこと、もっとよく調べてみましょうよ。僕らの名にかけて絶対に真相を解明するよ。いや、いいよ。おかげで母の日のちょっとした贈り物になったし、ありがとう、感謝してるよ。いや、ダメだね。僕たちのプライドにかけて絶対に調べるから。後宮夏日はどうやらずいぶん昔にどこかの悪魔か精霊と契約をしてたみたいだね。その契約がカーネーションの魔法で一日の間ないことにされてたのね。夏日は頭痛持ちだそうだから、頭痛と引き換えに何かのお願い事をしたんじゃないのかな。ならそれは夏日一人の問題でジェシカとは関係ないはずだわ。確かに。王となったら夏日のことを徹底的に調べてみよう。一体夏日はどんな精霊と何を契約していたんだろう。いやー、可愛い子だ。きっと君に似て美しい子に育つぞ。どうでしょう。私は頭痛持ちだから、この子にもそれが受け継がれないか不安ね。どうか神様、ようやく授けていただいた我が娘をどうかお守りください。きっとこの子は頭痛持ちでしょう。いいえ、私と同じで容量が悪かったり、すぐトラブルに巻き込まれたりする不運の星に愛されているでしょう。どうかこの子に健康で素敵な運命をお授けください。頭痛も不運もジェシカの分も全て私が引き受けますから。